待たせしました。聞こえてるかな？聞こえる？ Sorry, I had to cut that off and restart. I hope you can hear me now. I mean, okay, it looks like it's working, and I changed the settings so that no one can call me. It's on Do Not Disturb mode now. It should have been, sorry, from the beginning. 最初からそうしておけばよかった。どこから聞こえてなかったのかがいまいちよく分かんなくて、本の紹介して、待って、じゃあ、いや消しちゃったよ、答えたと思って。パイセンにとって言葉とはっていう質問を最後に答えてたんだけど、そこは聞こえてなかったのかなミソロジーのあたりまで聞こえて、じゃあその言葉とはって答えにはまだ聞こえてなかったってことだよね。なんかもう答えたと思って質問消しちゃったっていうか画面を消しちゃったから、質問者のお名前がちょっと今わからないんですけど、OK。パイセンにとって言葉とはっていう質問だった。で、私の答えはちょうど本の流れでいいかなと思ったんだけど、言葉で表現できないことを表現するための道具として言葉を、使っています。歌詞とかそういうの時にそういうことを考えてきましたっていう答えです。Okay, so I think the part that where I was like, passionately talking and apparently nobody was hearing me, nobody in the whole world except me could hear myself. The question was, what do words mean to you? What are words to you? And my answer was that they're tools to express things that cannot be expressed with words. That is how I've seen words as someone who, writes lyrics and things like that. Or when I communicate with people, that's my approach. 仕切り直しってこと。でもこれでちょっと国によって遅くなっちゃう、日本とかちょっと遅くなっちゃうけど、これで最後までやればだいぶたっぷり話せるな。どうしようかな。チョコリロさんよりダヌパ廃校に聞け2022っていうハッシュタグもあって、ダヌパって私のファンの人たちが一部私の息子のことをそのあだ名というかって呼んでるんだよね。私が昔夢の中で私の息子っていうキャラが夢の中に出てきて、ダヌパっていう名前だったからね。ママがミュージシャンってどんな気持ちっていう質問を息子にねっていう質問なんだけど、私も同じで親がミュージシャンだったじゃない。だから多分答えようがないだろうなって思ったんだけど、当たり前すぎて一応聞いてみたら、なんか質問の意味がよく分かんないぐらいなんか困惑してて、なんて言うんだろう、私も質問の説明しにくくて、例えば音楽作る人で嬉しいなとかなんか嫌だなとか思うことあるって言ったら、ないよ、なんか嫌だって思うことないよって言われた。むしろ今6歳、今まだ6歳だけど 4,5 歳まではみんな歌を作るって思ってたみたい。周りの大人っていうかその人間みんなだから誰も歌作るんでしょとか周りの大人に言ってて、いやそういうわけじゃないんだって説明をむしろしてました。これ一個ね
どうやったらこれみんなに共有できるかな。これはちょっとみんなが、気になった人は自分でちょっとチェックしてみてもらわないと伝わらないネタなんだけど、なんかずっと眼鏡してないのが急に恥ずかしくなってきた。大丈夫。恋口醤油さんからで、パイセンお疲れ様です。ありがとう。お疲れ様。パイセンがモブディープの Shook Ones Part 2を知っているっていう曲ね。モブディープっていう結構ゴリゴリな感じのニューヨークのラップグループね。私が昔よく聴いてたって言ったアルバムの中に入ってる曲で、その曲を知っているShook Ones Part 2っていうのねを知っている前提の質問ですが、曲の4分40秒くらいから日本人っぽい人がモブディープいいねって言ってるようにしか聞こえないんですが、あれ本当は何て言ってるのか教えてくださいっていう質問で、今日の朝また質問これ用意してて、これチェックしてみようって思って、そんなに面白い結果になると思わなくて軽い気持ちでチェックしたんだけど、本当にこの歌の4分42秒からモブディープいいねって聞こえるので、私もうその先入観があるから本当は何て言ってるのか全然分かんなくて、ただもうすごいツボに入っちゃって一人でずっと笑ってたんだけど、気になる人はモブディープの Shook Ones Part 2っていうのを後でチェックして4分42秒チェックしてみてください。空耳アワーまだやってたら投稿したいなって思った。タモリクラブとかでまだ似たようなやつやってタモリクラブってまだもうやってないのかなすごいなんか昔のイメージで言っちゃったけど、タモリさん元気かな。全然日本のテレビ見てないから分かんない。はいっていうそれだけです。Someone asked me in Mobb Deep's song Shook Ones Part 2 at around, I checked and it's at exactly at 4 minutes 42 seconds. This person said it sounds like someone like a Japanese speaking person is saying Mobb Deep ine, which means Mobb Deep is the shit, like they're so good. And it really does sound like it. I checked and it does sound like it. I can't tell what they're actually saying. It's probably not Japanese and it's probably not what they're saying. If anyone can tell what they're actually saying, please let me know. あとね、何答えようと思ってたかな。シルバーさんより、真実を追いかける最中に私が私を欺く、これは、君に夢中の歌詞ですねにグッときたんですが、ドラァグクイーンのように仮想の力で自分に新たな発見を見出せたこともあり、私たちは常に嘘と真実を織り交ぜた日常を生きています。しなやかで、ぶれない軸を持つためにヒッキーはどんなことを大切にしていますか。これなんか面白いなって思ったのが、私もほら最近なんかのインタビューでルポールのドラッグレース大好きで見てるとかって話したから、多分こういう質問が来たんだと思うんだけど、今まで見てきたドラッグレース見てきた中でこの質問を受けてから振り返ってみて思ったのが、仮想というかドラッグクイーンの時のキャラが普段の自分とは違うキャラになれるっていう話をよく衣装メイクしてる時とかにみんなで話してる時にそういう話が出てくるんだけど、ふと思ったのが、私もそこには
共感するっていうか、みんなそうじゃないかなと思うんだけど、自分のその人格形成の中にいろんな面があるじゃない。でもともとの最初の、始まりにある核っていうのかなの自分にとってすごく必要なもの、必要だけど、なんかアクセスできなかったり与えられなかったり、単に環境にないもの、なかったものっていうのをなんか誰かにこうしてほしいみたいなことを与える人格も自分の中でできてくるじゃない。例えばすごく、みんながみんなそうって言ってるわけじゃないんだけど、そういうこともあるじゃない。だから例えば自分がすごいなんかこう安心感がなくてすごい不安だったりする、不安定な環境で生きてると、そういう子供で不安に思ってる自分をなんとかこう周りにその安心させてくれるものがなかったら、自分でちょっとお姉さんキャラっていうか安心させるようなキャラみたいなのがこう内包されていくっていうか、同時にできて自分で与えるっていう、それをっていう現象もあると思うから、嘘なんかドラッグクイーンの人の時のキャラっていうのが自信に満ち溢れてて、こうすごい堂々としてて、すごいこう文句言う人がいたら真っ向からなんていうの、言い返すみたいなキャラだ。なんていうの、力強いキャラ、堂々としてるキャラっていう音がよくあると思うんだけど、それが別に自分とは全く違う嘘とかじゃなくて、自分の一部だよねっていうの、なんかすごい長い言い方になっちゃったけど、そういうところにもう私はちょっと共感するなっていう、私の中にもそういうことを感じるからと思う。なんていうんだろう、嘘と真実ってそんなにはっきりなんていうの、コロコロ変わるものだと思うし、嘘も真実もなんか関係性、常に変化する関係性があるだけで、真実ってものはそんなに、この歌詞もね、私の開業の仕方のせいでもしかしたらちょっと伝わりにくくなっちゃったかもしれないんだけど、知れば知るほど遠のく真実を追いかける最中に私が欺くっていう歌詞なんだ。真実って何ってことだよね。うまく説明できたかわからないんですけど、もう一個のね、答えたかった質問があって、Sorry, I wasn't maybe that wasn't the best answer, but there was a topic about drag queens and their persona, and there was this question I wanted to answer. どこだ、さあ、ね、give me a...Oh, where is it? Okay, there was a question. Sorry, I can't find it. There was a question. If you were to think of a drag name, for yourself, what would it be? And I thought about it, and after much consideration, I think I will go with Hakuna Matata, because I've been told Hakuna Matata sounds a lot like my name. It does sound like my name, and it's a bit of a pun as well, because mata in Japanese means a groin area, and I imagine it in Japanese, and I think it's really funny, and I like that. So there's my answer. もしドラッグクイーンになるんだったら、その別のペルソナのキャラの名前何を選びますかっていう質問が来てて、私はライオンキングのハクナマタタ
っていうフレーズがあるじゃない。あれが私の名前を英語でヒカル・ウチャダって言うとすごい似てるよねって言われたことがあって、わ本当だってずっと印象に残ってたんだけど、それを白菜マタダにしたらぴったりかなって思います。 I don't know if that was as funny as I hoped it would be. I really don't know, but okay, anyway, I've said it. あと何どうしようかな。今回は大丈夫かな、今のとこ。あとね、答えようと思ってたこといろいろ、またちょっとアルバムの曲の話に言っていいかな。ナナシさんよりOK、 バッドモードの MV の撮影の裏話とかあれば聞きたいです。どうやって水を溜めたんでしょうか。冷たくなかったですか。あれは今度後でおいおいインスタであげようかな。あげなくていいか。水中撮影に特化してる撮影スタジオがあって、巨大な水槽が、水が溜まった巨大な水槽があって、その上にぶら下がってる状態で部屋のセットが組み立てられたんですね。で、水がないシーンを先に撮影して、水がある程度溜まってるシーンを撮るときはセット自体を水槽にこう沈めたっていうやり方でした。で、その低体温症になっちゃうと困るからあったかいお水、ぬるいお水にしてくれたんだけど、結構長い間使ってたから、カメラマンの人も、あとそうだね、セットの中にいた人も、私は次の日2日間ぐらい疲労感が、ぬるま湯にずっと使ってたみたいな、プールから出た後の体の疲労感みたいなものがすごかったかな、次の2日間。そういうやり方でした。あとなんか聞きたいことあったらコメントではいろいろあるか。ふやけちゃう。そう、ふやけてた。すごいふやけてたよ。だって太ももの途中ぐらいまでずっと使ってて、座った時にお尻がびちゃびちゃになってたから、スタイリストさんがパンツの替えをすっごいいっぱい持ってきてくれてて、毎回衣装替えしたりちょっと時間が空くから一回出ていいとか言われるたびに履き替えてました。京江さんありがとう。もちさんより、今年はどんな誕生日を過ごしましたか。今年はアルバムの発売日っていうか、配信スタートの日だったから、結構友達から連絡もあったんだけど、子供が風邪ひいてて学校休んでたから、家でずっと一緒に緑のカップケーキ作りたいって言われて、緑のカップケーキを作ったり、実験キットの実験でリンゴを半分に切って、そこに金属の棒を2本刺して、そこにつながってるケーブルに時計みたいなものが、デジタル時計がつながってて、正しく刺すとケーブルを正しくちゃんとやると、リンゴの糖のエネルギーで時計が動くっていう実験をやって、結構大人としてもすごい本当に動いた時計がっていう、食べ物の糖がそういうことにバイオエネルギーの一種になるのかな。でも知らなかったから、そういうのに感激したりの誕生日でした。
I think someone else asked me too in English, how was your birthday this year? And so my son was a bit sick. He had a cold, and he was home, and he wanted to make green cupcakes, so we did that from scratch. I've been making cupcakes from like the easy, with the mixes and stuff, but it was the first time I did it from like with the butter and everything from zero. Then it was really fun, and the most exciting thing for me was we did this experiment from one of his experiment kits, where you cut an apple in half, and then you stick a couple of metallic rods in it, and there's some wires attached, and then there's this little plastic digital clock connected to it, and the clock runs off of the energy of the apples, which was something I didn't know could happen. So I got really excited, actually. I think it's the sugar of the apples. I don't remember. I have to go back home and read it again. But yeah, that was really cool. And I had a very nice birthday. Thank you. 英語の一個質問でね。あとさっきの質問は the question about the drag name was from Puriko Draws. Thank you. Okay. Eyes Bar has woken up at 4 a.m. I'm sorry I was late, and thank you. Oh, I wasn't even in the screen. Electrolytes. Yes. Acid electrolytes. Yes. Yes, thank you. 何がいいかな。This is from Yabi Sinead Ayanami. The limited edition of Bad Mode is beautiful. What's the idea behind the package design? この初回限定版のパッケージのデザイン最初の方にやればよかったこれ。の意図は何ですかって言われて、私から直接届いたって感じが伝わる。音楽自体はさ、私の本当心からダイレクトにできたものだからパッケージもそれを反映するっていうか伝わるような感じになるといいなと思って全部もちろん私の手書きでやってます。中の字は全部私の字なんだけど結構手書き多用してきてていちいち説明してなかったけどこれもそうでしょ。あとワンラストキスのジャケ写にうっすら載ってる One Last Kiss と私のアーティスト、名前も私の手書きだし、ラフター・イン・ザ・ダークっていうツアーのロゴも私の手書きで、20代はイケイケ30代はほどほどとか結構なんか困ったら手書きになるっていうパターンが多かったかな今まで。I wanted the package to reflect the fact that like the music, all the stuff inside is coming directly from me, and I wanted the package to feel like that too. So it looks like I shipped it directly, with my handwriting and everything. Yeah. Okay. 時間があとどれぐらいだろう。2回目つながってからなんかどうだろう。なんかこんな感じでいいのかだんだん不安になってきた。どうしよう。そうです。昔シングルコレクションに思春期って手書きで載せたこともあったね。OK。お嬢さんより対戦お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。自分が生まれた頃は随分キラキラしてた親が年老いて体も気づけば結構弱ってきてて、でもこちらは自分の人生さえ立っていなくて異性も苦手だから花嫁姿を見せてやるのも難しく、そんな自分でも家族に与えられるものはありますか。これは元気でいるだけで親は嬉しいと思う。あとちょっと連絡してあげたらそれで本当は十分じゃないかな。元気だよって知らせてあげれば。私もいつもお父さんにもっと連絡しなきゃって思って、でも時差のこととか朝連絡するのがいいんだけどなんかバタバタしちゃって、またビデオ電話するの忘れたとか
なんかちょっとテキスト送ろうって思う時間になると、でもいつもDo not disturb にしないで音オンにしてそうだから起こしちゃうとあれかなとか考えちゃって、なかなか連絡できなかったり、なんかいつも忘れちゃうんだけど、もっと連絡しようって思ってます。ランさんより、綺麗な人、アルバムに入ってるFind a Loveの日本語の本だね。綺麗な人の中に、欲しいものを手に入れるだけではなれないよ、なりたいような人にはという歌詞がありますが、パイセンにとってのなりたい人はいますか？またイメージがありますか？なりたい人ってのはないし、ただ自分らしくあれたらいいなって思うし、自分らしさってものさえすごくあやふやなもので常に変化してるものだと思うし、なんかそんなにそこは意識しなくていいと思うんだけど、そのみんななんとなくさ、生きる上でこうなんか欠けてる気がして、なんか欲しくなったり、広告見て、それ私は持ってない、それがあったら幸せになれるみたいな錯覚の地って、なんか物を手に入れるってことにこう、熱がエネルギーがいっちゃいがちじゃない？だけど本当はすごく欲しかったんだけど手に入らなかったものっていう、もしくは失ってしまったものっていう方が大事なんじゃないかなと思って、そういうことが人間をなんていうの、自分らしくしていくっていうか、作っていくんじゃないかなと思って、そういう気持ちがこもってます、その歌詞には。ヌルさんより、口乾いてきたな、ちょっと待って、失礼。子供の自己肯定感を高めるコツはありますか？ごめん、こんなことしながら質問読んじゃったんですけどごめんなさい。という、子供の自己肯定感を高めるコツはありますか？というか、高くあるべきだと思いますか？むやみに褒められても、ある時その根拠のなさを強く感じてつまずいた経験があります。これは確かに根拠のない自信があって、そういう、年齢によって多分ねステップがあるんだよね、いろいろ。ただ根拠のない自信が確かあってもいい時期があるっていうか、そういう入り口もあるんだけど、その後気をつけなきゃいけないのは、いくつになってもただ根拠のない自信だけあっても、いつかくじけた時に逆にくじけやすくなっちゃう、諦めやすくなっちゃうっていう、本当の自信にはならないから、私が気をつけてるのは、何かその結果を褒めるんじゃなくて、プロセスを褒めるように心がけてます。もしくはなんかすごいこのディテール、ちゃんとピンポイントな抽象的なことじゃなくて、ここが素敵だねとか、なんかプロセスを褒めるっていうのは、そのなんかできたっつって、すごいね、素敵なものができたねじゃなくて、とか何かで勝った、いやすごいねじゃなくて、頑張ってたもんねとか、練習してたもんねとか、途中で諦めかけ、なんか難しくてなかなかできなくて苛立っちゃってやめそうになっちゃったけど諦めないで頑張ってたみたいな流れがあったら、難しかったのに諦めないで頑張ったもんねとか、すごいじゃんって、そういうことを褒めてます。実際そういうとこがすごい、そういうことがすごいと思うし、結果はね、いろんな要因があったり偶然だったり、あとそんなにそうだね、そういうとこですね。何がいいかな。はるかさんより、時間は大丈夫かな。ヒッキーはレシート受け取る派？
受け取らない派。私はロンドンって、日本がちょっと今どうか分かんないんだけど、イギリスで特にロンドンなのか全土なのか分かんないけど、セルフチェックアウトのレジがすごい普及してて、自分で、ピーってやって最後にレシートいりますかっていう質問が出てきて、紙の無駄ってのもあるし、感触もあんまり好きじゃないし体に良くなさそうだし、いいやと思ってレシートを受け取らないでいたんだけど、ある日子供と一緒に買い物して、で子供のために子供の雑誌みたいな、塗り絵とかいろいろ入ってるおまけがついてくる雑誌を買って、ほんでじゃあそれは自分で持つって聞いて、持つって言うから渡したんだけど、ひょんなことで子供がまたその台の上に、セルフレジの上にその雑誌を置いたまんまそこ一回出ちゃって、帰ろうとしてたら、そうだ、あれどこに行ったの、どうしたのさっきの雑誌って言ったら、置いてきちゃったって言うから取りに戻ったら、それの支払いまだしてないって思われちゃって、3、4歳の子だよ、この子ちょっと、戻しちゃったんです、間違って忘れちゃったんですって言っても信じてもらえなくて、でそこでこういろいろクレジットカードの最近の引き落としとかいろいろ見せろとか言われたり、カードをチェックしてもこのカードを使ってないってで結果が出てるって言われて、つまり私が買って持ってた大きな袋の中身全部万引きっていうか盗もうとしてるって勘違いされて、ですごいヒヤヒヤして、すごい嫌じゃない、その気持ち。すごい怖いっていうか、疑われてるのってどう身の潔白を証明したらいいんだろうってすごい焦っちゃって、で子供もすごい心配そうに見てるし、急いで帰んなきゃいけない時間だったし、わーってなって、分かった、もうとりあえず雑誌はとにかくもういいよ、もう一回払うとみたいなこと言って出た時に、こんなことはもう嫌だからレシートはもらおうって決めて、それ以降はレシートを取って帰ってます。そうだ、絆創膏のこれもあったんだ。これI have not seen these yet. まだ私も見てないんだけど、かわいいじゃん。初回版のパッケージと同じデザインになってる。ちょっと待って、開けていいのかな。開けていいのかなっていうか、私がもらったってことね、これ。2枚入りって書いてある。じゃーん。こんなこれも私の手書きの絆創膏。逆になっちゃってる。そうか、絆創膏です。こんなんです。こんなんでよかったら当たった人とかもらった人は使ってみてください。国じゃないや、地域によって全然違うんだね、呼び方。三つんばさんが教えてくれたんだけど、絆創膏の呼び方マップっていうのをつけてくれて、日本だと地域によってサビオ、カット板、あと私が言ってる絆創膏とバンドエイド、傷板、リバテープとか、これ多分商品名から来てるんだろうね。イギリス英語だとプラスターっていうの、プラスターで、アメリカ英語だと多分大体みんなバンドエイドって言ってると思う。私はずっとバンドエイドって言ってたんだけど、英語では。イギリスに来てから違う呼び方ってことを知ってびっくりしました。あとなんかあるかな。Okay, this is from... Oh yeah, okay, wait. There were a couple of questions from... Well, I chose a couple from trainer Jeremy. Last thing you ordered from Uber Eats and watched on Netflix? 一番最近 Uber Eats で頼んで Netflix で見たもの何っていう質問で、I think the last thing... Well, I used an app
called Deliveroo, a service called Deliveroo, more than Uber Eats. The last thing I ordered was some groceries. And the last thing I've watched on Netflix is Getting Curious with Jonathan Van Ness. It was really good. I really got into each episode. So that's highly recommended for me. こっちイギリスでよく使ってるのがデリバルーっていうサービスなんだけど、そこで、スーパーからオーダーをしました。あとネットフリックスだと、日本であるかわかんない、見れるかわかんないけど、好奇心キュリアス、いろんな意味が二重の意味がかかってるんだけど、好奇心を持とうみたいな、好奇心のままに行こうよみたいなタイトルの Getting Curious、 クイアアイのグルーミング担当のジョナさんがやってる番組が面白かったです。虫のこととか高層ビルのこととかいろんなテーマを毎回やるんだけど、すごい面白かった。And also, did working with your son on Bad Mode bring back memories of working with your mom on our music as KBQ or as a family? It did. The first time when my son joined in one of the songs in Bad Mode with his newly acquired violin, I said it made me think. I think I said in the studio, I think I was about his age when I maybe did some of my first vocal stuff on my parents' stuff. And then the bassist who was there, Jody, said, "Yeah, I think I was about this age too, because his family, his dad and brothers, his dad and uncles, are musicians too." So yes, it did. 私も息子がレコーディングに参加した時、自分の子供時代思い出しましたかっていう質問で、私も多分最初に声とかで参加しだしたの、6歳とか7歳とかそんぐらいだったかもしれないと思って、そんなちっちゃくなかったかな。でも、多分そんなに変わんない。でそれ懐かしく思ったらドキュメンタリーとかライブのあれにも出てきてるベースのジョディもお父さんがミュージシャンなんだけど、多分僕もそうだったなっていう話をしたのをすごい覚えてます。それでちえさんよりさっきの質問も私がバッドモードっていう曲の中でパジャマのままでネトフリでも見て違うかなんだっけ歌詞の順番やばメール無視してかネットフリでも見てパジャマのままでウーバーイーツでとか、ネットフリウーバーイーツって言葉を使ってるからの質問だったんだけど、ネットフリやウーバーイーツなどの固有名詞は10年後や20年後などにもし古い言葉となった時どのように、捉えられたいですか？これね、私思った以上にリアルな今を反映す今の時代というか日常的なリアルな言葉の固有名詞をネットフリとかウーバーイーツとかを使ったことに対して思った以上の反応があって拒絶反応を示す人もいるし、すごい面白いなと思ったんだけど、なんで歌詞とか指摘とか指摘じゃないっていうイメージがいろいろあるんだと思うんだけど、私はずっと前からテレビとか年賀状とか歌が構築する世界観とそれを壊すようででも同時に感じるともっと広がって気持ちよくなるメタなリアルなものを入れるのが好きで、そういう意味でただ固有名詞とか固有名詞じゃなくてもアイテム日常的なものを入れるのが好きなんだけど、ずっと好きでやってるんだけど、このカップヌードルの CM やったら歌詞に日清カップヌードルって入れてみるとか、古くなる、例えばでもオートマティックでも電話のレファレンスがもう今スマホずっと使ってるような世代から
だと名前を言わなくても分かってくれるとか分かんないよねとかベルがどうのとかっていうのが、時々聞かれるんだけど、言葉自体、人間だって古くなるし、言葉も生き物でずっと変化するものだから、古くなるの当然で、それが10年の違いか100年の違いかだと思うから、全然言葉自体が古くなるのは全然当然のことだと思うし、そこは全然気にしてないというか、当たり前のことだし、常になんていうの、そういうことです。なんて普通の表現、例えば今っていう言葉だって何十年かしたら古語みたいに扱われてるかもしれないし、もう一個、時間があれだよね、1時間で切れそうになったらなんだっけ、カウントダウンが始まるんだよね。ゆうりさんから4月から高3で、高校3年生、もうすぐ高校3年生かで受験があるのですが、将来の夢がなくて大学も決まらず焦ってます。どのようにして将来を決めていけばいいと思いますかね。高3になるってことは、17、8っていうことだよね。その時点で17、8で将来何したいか決めるの大変だよね。難しいよね、そんなの。みんなどうして決めてるんだろうね。私はこのプロセスむしろやったことがないんだけど、やりたいことがはっきり分かんなくて困ってるんだったら、やりたくないことこういう将来は嫌だとか、こういうことをやりたくないとか、自分にとって逆に考えて消去法とかから考えてもいいんじゃないかなってちょっと思いました。もしくは一番オプションが残る方法、好きとか嫌いとかあんま考えないで一番オプションが残る選択肢を選んでみるとか。どうでしょう。実際に私が入った大学はニューヨークのコロンビア大学っていうとこは3年生になる直前に専攻を決めるっていうシステムで、最初の2年間は基礎ファウンデーション、基礎っていうか、いろんなものを広く好きなものを選んで勉強していいっていう学校だったから、専攻とかを決めた経験がないんですね。だから私からそんな大したアドバイスはできないんだけど、どうでしょう。ちょっと考え方を逆にしてみるとか、あといくら計画立てても思い通りにいかないのが人生だからね。他の人もみんな多分ね、周りの子もみんなはっきりやりたいこと分かってない子いっぱいいると思うよ。みんなそんな感じだ。むしろその方が分かる方が珍しいよ多分。だから大丈夫、なんとかなるよ。ゆりさんから、ヒッキーがバッドモードにぶち当たった時どうやって抜け出しますかっていうのは、私はもうだいぶ9年ぐらい精神分析っていうタイプの、カウンセリングとは言わない、なんて言うんだろう、精神分析っていうのをやってて、そういうのもあって、もともと客観的に自分を見る方だったけど、すごいそれで助かってて、調子が悪くても、何度も調子悪くなることも経験してるし、それもすぐ終わるって分かってるから、いずれ終わるって分かってるから、そんなに焦るってことはないんだけど、一応心がけてるのは、これ何かのだいぶ昔に見たんだけど、日本人の何をする人なんだろう、日本人の男性が提唱してた、例えばうつとか調子悪い時の対処法として何かで読んだんだと思うんだけど、できるだけ通常運転を心がけるっていうのがあって、
なるほどねって思って、それはちょっと意識してる。なんか調子悪かったり、体も調子悪くなるじゃん、気持ちが落ち込んでたりすると、本当に疲労感がすごかったりさ、そういう時にだからもういいや、これも、やめる、いつもやってるあれもいつも言ってる運動のあれも今日はやらないとか、あれも行かない、友達の誘いもこれも断って、あれみたいな風にしちゃうと、どんどんそっちに行くっていう傾向はあるなと思って、自分で。だから自分で調子悪くなってきてるとか、ちょっと調子悪いなって自覚しても、むしろいつもやってることをやるように心がけてます。でどうしてもちょっとリセットみたいな、ちょっとどうしてもなんかちょっと毒抜きしないといけないみたいな気持ちになったら、私の場合自分に必要なのは一人きりの時間って分かってるので、子供とかいるとみんな、家庭があったり仕事とかいろんな、勉強もある、いろいろ難しいことだかもしれないけど、できるだけできる範囲内で一人の時間を作って、もう人からの連絡も無視するし、その間今日だけこの何時までとか、明日の朝までとか、もうとにかく自堕落な、何も考え何も考えないで、何もしないで、もうダラダラ過ごす、人の連絡を無視するみたいな、この世から地球上から一瞬消えるみたいな時間を少しでもいいから自分に与えてあげると、なんかそれが自分に甘える時間、本当はなんか心配してる人がいたり、なんか返信しなきゃいけない何かがあったりとかあっても、ごめんちょっと甘えさせて、ちょっと今無視するっていう時間を作って、その自分が設定したここまでっていう時間が来ると、なんかもう十分それはできた、もう自分で自分甘やかすのがうんざりするぐらいそれができたっていう、なんかこう達成感、満足感がちょっとあると、またフレッシュにリセットするみたいな感じで、やらなきゃいけないこと、やりたいことに戻れる気がする。それを時々やってます。人それぞれ何がうまくいくかいかないかっていうのはあると思うけど、試してみたり、いろんな人の対処法を聞いてみて、なんか試してみたり、自分なりにアレンジしてみたりとかするのがいいのかな。簡単に答えられるやつ。ももさんから、私はシャンプーやボディーソープの詰め替えをする行為がめんどくさくて嫌いなんだけど、ヒッキーはこれやるの嫌だなってのありますか？これ前答えたかな。ほんと嫌なんだけど、掛け布団のカバーをつけるのがすっごい苦手で、直したりするのもすごい苦手だけど、カバーつけるのがほんと嫌で、なんかうまいやり方があるのは分かってるんだけど、多分調べればすぐ出てくるんだけど、なんか毎回ね、私結局角を持って私布団カバーの中に入っていくので、自分で奥にこう中に潜ってって、角を合わせて、それがずれないようにして、もう一個の角を奥に入れて潜って、でそれがずれないようにそーって出て、下を合わせて止める、最後のボタンとか止めるんだけど、もうなんか特に暑いとね、それも大変だよね。いいやり方、なんかコツみたいなの絶対あって、私間違ったやり方ずっとしてると思うから、いいやり方があったら教えてください。何かで、インスタかツイッターかなんかで。何があるかな。今日本何時だ？もう10時か。だよね、そうそう、2時、今こっち2時だから、裏返しでつけて、待って、裏返しにして、カバー裏返す？みんな裏返すって言ってる。どういうこと？裏返して、後でなんか YouTube ビデオ探すと23時 ?11 時？もう11時なの夜。遅くなっちゃった、ごめんね。どうしよう。Wow! It's over! 待って、もう2時か。
そろそろどうしよう、終わりにしたらいいのかな。まだ強制終了の時間にはならないよね。じゃあそろそろまとめようかな。まとめるっていうか、そろそろ終わりにしようかな。ごめん、こんな長くなると思うのか。I didn't realize it was getting so long and like okay。 じゃあね、おもちさんより、私の父は13年前に病気で亡くなったのですが、今でもあの時こうしていればもっと自分にできることがあったのではと後悔することがあります。パイセンの周りにそのような気持ちの友人がいたらどのような声をかけますか？後悔はね、どうしてもつきものだよね。ただなんかただその亡くなった人のことを忘れないで、その思いを馳せるきっかけになるんだったら、後悔もそんなに悪いもんじゃないっていうふうにも思えると思うし、あとはやっぱその人とのつながりみたいな気がしちゃうから、後悔を手放したくないって思っちゃう部分もあると思う。ただそんなに自然なことだし、どうしてもその今知ってることを踏まえて振り返って、その時そういうことを知らなかった時の決断とか行動を後から振り返ってその自分を責めてもしょうがないとは思う。それは今知ってることを踏まえると、もっと例えばお父様がもうすぐ亡くなるっていうことを知ってたらもっとこうしたかもとかね、それはそうだけど、その時は知らなかったことだから、今後悔しちゃうのはすごい自然だし、それもそんな悪いもんじゃないよ。そういうこと、その気持ちもそのうち変化していくと思うしね。そうだよね、きっとね。あと1年前病気で母を亡くしました。これはルリとまつりさんから。再婚で血のつながりのない自分を育ててくれた大切な母でした。実母も父もそれぞれ持病で10年以上前に他界しています。私にもずっとやまない雨が降り続けています。ひかるさんは悲しみをどうやって乗り越えてきましたかっていう質問なんだけど、そんな簡単なあれじゃないけど、どうしてもさ、こういう質問で多かったのが、悲しみを乗り越えるとか人との別れを乗り越えるっていう、その乗り越えるっていう表現が、多いっていうか使うじゃない、こういう時よく。で英語でも How do you get over something っていう表現、同じような表現、乗り越えるっていう言葉があるんだけど、私はそういうことを、悲しみとか、別離とか、そういうのを乗り越える山みたいに、山が目の前にあって、それをこう乗り越えて進んでいくっていうものじゃなくて、その山自体がもう自分の心の風景の一部になんだって思うようになりました。いつからか。そしたらちょっとそういう気持ちも楽になったと思う。あと最近聞いた素敵な表現が多分アメリカの作家のお話だったんだけど、その人のポッドキャストか何かで聞いて、その人のお名前はちょっとね、作家の名前忘れちゃったんだけど、その誰かを誰かが大事な人が亡くなった時に、その悲しむっていうことは、その人の人じゃなくてもいい、別のね、キャットミーさんっていう人からも、今年1月に猫が亡くなって、人からしたらただのペットって思うかもしれないけど、私にとっては大切な
入信で家族でみたいなっていうお話がね、質問があったんだけど、その名前忘れちゃった作家の人の言葉、内容がね、その人の死を悲しむことはその人を称えることでもあるっていう言葉が考え方をポッドキャストで耳にして、なんか素敵だなと思って。それもだって、そりゃそうだよ。その人が素敵な人だったから、自分にとって大事な人だったから、今それだけの悲しみもあるわけで、それなんか素敵じゃない？その人を称える行為でもあるんだっていう。だからほら、お葬式でわざわざ泣く、大げさに泣くっていう、泣く人雇うみたいな国の文化もあるじゃん。だから悲しむこととかは別に悪いことじゃないし、乗り越えなきゃいけないことでもないし、いつまでもそういう気持ちがあるのも自然で当然のことだしと思います。それだけはちょっと終わる前にお話ししたかったんだ。あとあと何かあったかな。そろそろさすがになんか答えたいって思ってたけど、いろいろ質問、本当今回質問たくさんあって、like thank you for so many questions. I wish I could go through like well, maybe not all of them because there were some weird questions too, but I wish I could just go through so many more. あともうちょっとだけ英語のOh, well, okay. This is from Hash. Hi, Otada Hikaru. Hi. What small act of kindness were you once shown that you will never forget? I was hiking in the mountains in Japan once. It's like more than 10 years ago. There's this I think it's the sister pilgrimage route to the route in Spain and Portugal. Is it between another country and Portugal that leads to Santiago de Compostela? In Japan, it's called Kumano-Kodo. And I did like a 4-day hike by myself, and the route was surprisingly pretty much empty. I hardly ever passed by anyone, and I could go for like a whole day without meeting anyone until I got to the lodge that I'd picked for that night. But there was one point when I passed a little bit through this like a few houses were nearby, and I passed by this old lady, and it's custom to like sort of say hi if you're a hiker. So I said hi, and then she gave me a clementine, and I thought it was really sweet. I was just a random, a complete stranger, a hiker, and she gave me one of her clementines, and I felt so touched by that. So yeah, that's it. 何かこう何気ない優しい行為で受けた行為で忘れられないことは何ですかっていう質問だったから、昔熊野古道を4日間ぐらいかけて一人でハイキングっていうか、歩いてた時にほとんど人とすれ違わなかったり、あんまりこう、人と会う場所があんまなかったんだけど、一回なんか民家があるようなとこ一回こう通り抜けた時に多分そこに住んでるおばあさんがとこう近くにすれ違った時にちょっとこう会釈っていうか挨拶したらみかんを1個くれて、それがすごくなんかこう心にグッときたっていうか、すごい嬉しくて、その優しさがなんか身に染みたのでそれを今答えました。そんなとこでそんな感じでそろそろおしまいにしようか。さすがにいつまでも続けられる気もするけど、あれだ、私も2時半から精神分析のとこに行かないと。どうやって終わらせればいいんだろう。なんか言い忘れてることないよね。
寂しいよとかまだまだとか言われるとなんかあれだけど、また今度またそう間が空かないうちになんかまたこれできたらいいかなと。また近いうちにやりましょう。いつも強制終了とか食らって終わってたり、ゲストのコーナーが終わって終わりになってたから、なんだろう、終わり伏せ方が本当にわからない。なんか見せる。あ、そうだ、ここになかったんだけど、私がSpotify のライナーノーツプラスってやつで、今回のアルバムのパーカッションを全部やってくれてる、ほぼやってくれてるウィルっていう人が、ライブストリーミングの演奏あれが終わった後にシェーカー、君の曲で使ってたシェーカーあげるって言われてもらったっていう話をしたんだよね。そしたら誰かが今回のパイセンに聞ける質問で、そのシェーカー見せてもらえませんかっていう質問があって、だから見せるかもと思って一応持ってきてたんだ。だからそれだけこんなのでね、ちょっとだけ教えてもらって、こう縦になっちゃうと音がこっちに溜まっちゃってよくないから、こうできるだけ平行っていうの、平行にで手首から優しくっていう、手首をこう柔らかくしてっていうのを練習してたので、ゆっくりこうってやるのが難しいとかで、それを知って以来最近これだけ言いたかったんだスティービー・ワンダーとスティングがなんかライブで共演してるビデオを YouTube で見つけて見てたら、スティングがよくさ、なんか歌手の人とかがシェーカー持ったり、私も過去にシェーカー持ってライブやったことあるけど、それよくあるじゃん、そういうので。スティングがこういうタイプの横に長いシェーカー持ってたの全然ちゃんとやれてなくて、全然こう平行に彼持ってなくて、すごい斜めになってるのをこうやってて、スティングはシェーカーのちゃんとした使い方知らないんだって思ったっていうのだけ最後ちょっとこれだけ面白かったから、分かるようになったのが嬉しかったから、そういうこれからミュージシャンがなんかこういうのやってるの見たら、そういうチェックできるポイントもあります。Yeah, so this is the shaker that the percussionist who played on the live stream, and most of the songs on the album gave to me after the live stream. And then I learned that you have to hold it like horizontally. If it's like that, slanted, it doesn't make a good sound. So I was practicing that. And then recently I saw a video of Stevie Wonder and Sting performing together. And Sting was, using a shaker like this type. And he wasn't holding it properly. And I thought, oh wow, I can tell now that no one really taught him how to, or maybe he wasn't paying attention because the experience of the whole thing was, took his focus away from that. But I thought, oh whoa, I can tell now that he's not playing it properly. I felt really smug about it, so I wanted to share it. Can't believe that's the last thing I'm going to say on this. まさか終わりがそれになると思わなかったけど、まあいいや。じゃあまた今度。Okay, I'll let's do this again, and I'll see you again soon. Thank you for all your time, and have a good day or evening or whatever. Okay. じゃあまた、今日も遅くまでありがとう。また今度お会いしましょう。それで大丈夫だよね。Okay, じゃあさようなら。バイバイ。And now, okay.